山本茂さん、当時16歳。爆心地から 1.6km の横川駅で被爆しました。県立廿日市工業学校の学生だった山本さんは学徒動員に駆り出され、廿日市の木工工場に通っていました。8月6日、横川駅のホームで汽車を待っていた時に光を感じ、気がつくと線路の上に飛ばされていました。山本さんは山の方へ逃げる途中に黒い雨も浴びています。汽車で通っておりましたんでね、駅来ましたら私はいつも乗っていく汽車が先に出とりましてね、で次の汽車があれが8時20分ぐらいじゃなかったかと思うんですがね、でいつも7時40分ぐらいの汽車に乗るのは8時20分ぐらいの汽車になったわけですね。で誰もおりませんし、で聞いたら一人下級一級下の同じ学校の生徒がおりましてね、それと2人で改札口、昔の出札口言って言いおりましたが、そこへね腰をかけて、いわゆるなんですな、北へ向いて腰掛けとったわけですね。出札口の枠へこう。が落ちた方向と反対側です。こっち側からこう向いて座っとったわけですね。こっち向いてね、後ろからピカッと光ったないうのはこうちょっとこう瞬間的に見たような感じはするんですが、完全には見とらなかったですがね、ピカッとしてピカッとしたな思うたら飛ばされとったわけですね。ですから真ん中の線路のなんですな、真ん中の線路1番2番3番の線路の手前ぐらいまでこう斜めに飛ばされておりましたね。ドーンとこう無意識に爆風で飛ばされたいうことですな。はい。人がピカドン言うてドンいう音を聞いてないわけで、ピカいうのは感じましたがね。だから距離にして、ここから目測であそこぐらいまでですから、8メーターか10メーターあるかないか、10メーターぐらいですかね。この端からあそこまでですからね、斜めに飛ばされてね、気がついたら皆側がですね燃えよりましたね。崩れた家がね、火が燃えてね、家が燃えよったんです。でここまで出た時にね、この道のへりの防火水槽の中へね、昔は一軒一軒防火水槽があったんですが、大概の防火水槽へ1人か2人、ちょっと大きい防火水槽だったら5人ぐらいね頭突っ込んで死んどるんですよ。で防火水槽だから水があるようなんですが、中は全然水はないんですよ。で焼けて水槽の水は蒸発しとるわけですな。だから首を突っ込んで皆死んで、そのままで硬直したような状態で、男も女もなんですね、水が欲しくて水飲もう思って首を突っ込んでそのまま死なれたいうことですな。だから足のね、家は倒れてるわ、人は転げて死んでるわ言うんでね、最初はこうなんですよ、足を避けて通りをたんですが、それも通れんですよね。死んだ人の上をこう足をこう寄るようにしてね、不満ようにしてこっちへ来たわけですね。歩いて帰りましたらね、今女の人がね、片手がこう当時夏ですから簡単な服着てるわけですよ。服言うても長袖ですがね、片腕がないんですよ。でこっち側で子供さんを子供を抱いてね、ひょろりひょろり分乳描写ですな、今で言うね。分乳描写みたいにもうずっと向こうへ歩いて行き寄られましたがね。で今度こっちまで来るとね、この駅の前に来ると
馬車馬、昔は馬車で馬がね引っ張り寄ったんです。その馬車の馬がね焼けてるんですよ。で馬も人間もですが焼けて倒れるとね大体3倍ぐらいに膨れますね。はい。でその当時はまた床下へみんな防空壕、家の下へね防空壕掘りましてね、それ入っとったわけですよね。で空中警報が解除になってから落ちたんじゃあるんですが、時間的にやっぱり防空壕の中入っとった人もおるわけですよ。その人らが今度蒸し焼きですね、家が崩れて出られんですから、蒸し焼きになった人が今度はなんですね、半分ぐらい家の下からその防空壕から体半分出し取られるんですよ。でこの上半分はね骨になってるわけ、焼けて。それでこれから下はねまだ肉はついてるわけ。それで焼き殺しみたいなことですよね。そんな人が余計おられたですね、こう通る間にね。それで電車がね1台ほどあれんと、この位置ですかね、横川線の駅の終点の方だったですかね、電車が1台ほどね焼けて人がねあくる日ですが7日の日ですかね、窓から体出してね逃げよう思うて窓から出られよう思うたんでしょうが、焼けてね焼けてあれはあたりは炭のような状態ですね、人間がね焼けて。だからで今いう防空壕の中入って死なれたような人はね蒸し焼きで、人間のソーセージみたいになってね、人間の体いうのはこのぐらいなっとりましたね。蒸していわゆる大人が子供かわからんのですがね、とにかくこのぐらいですわ。大人でしょう、おそらくね。縮んでるんですよ。ほんで頭だないうとかちょっと丸みがあるけ、こっちが頭じゃないいうところでね。ほんでそうか思って外で今度は直接被爆を受けた人はね、今度はまた馬と一緒で3倍から4倍ぐらいに人間が膨れてる。顔も丸いが足も丸いが腹も丸い、とにかく全部なんですね、真っ赤になってね体中が。ほんでなんですよね膨れておられましたね。そしたらぼちぼち2日目ぐらいから今度死んだ人のね処理をしだしましてね、みんな。で応援隊が来て死んだ人の処理をするんですが、なんですよ、どこもかしこも全部焼き場ですよ、早う言えば。だから焼き夜この1軒ぐらい先で焼き夜ヘリでね逃げるとこないからしょうがないでさ、そこで飯を食うわけですね。飯を食べる言うても握り飯とか支給してもらうものですね。それを食うと。でなんですね、ここで焼き夜、あそこらで焼き夜ね、みんな2、3体ぐらいで、昔あの当時は隣組組織でね、町内が実家な事件や隣組やっとりましたからね、元気な人は出てからその町内の人の下やなんとみんな集めてね焼きましたね。だからそれが毎日来る日も焼くんですからなんですな、感覚も麻痺してきとることも言えますね。山本茂さんの証言でした。